サークル仲間とオカルトスポットに行くことになった。東山峠にある東山ホテルという廃屋だ。俺はネットで情報を集めたが、とにかく出るということなのでここに決めた。とにかく不特定多数の証言から、ボイラー室に焼け跡があり、そこがやばい、などの情報を得たが、特に3階で人の声を聞いた。何も見つからないので帰ろうとすると、3階の窓に人影が見えた、と。3階に不気味な話が集中しているのが気に入った。雰囲気を出すために、俺の家でこっくりさんをやって楽しんだ後、12時くらいに現地へ向かった。男4、女4の大所帯だったので、結構みんな余裕だったが、東山ホテルの不気味な大きい影が見えてくると、空気が変わった。隣接する墓場から裏口に侵入できると聞いていたので、動きやすい服を着てこいとみんなに言っておいたが、肝心の墓場がない。右側にそれらしいスペースがあるが、広大な空き地になっている。墓なんてないぞ、と言われたが、懐中電灯をかざして空き地の中に入ってみると、ひな壇のようなものがあり、変な形の塔が立っていた。おい、こっち何か書いてある。と言われて、記念碑みたいなものを照らしてみると、殉職者慰霊塔。昭和30運年、誰棒、警部補。みたいなことが何重と列挙されていた。もうその佇まいといい、横の廃屋といい、女の子の半分に泣きが入った。男まで、やばいっつよここ、と、真剣な顔して言い出す始末。俺もビビっていたが、かえっては寒すぎるので、なんとかなだめすかして、奥にある沢を越えホテルの裏口に侵入した。敷地から一箇所開いていた窓を乗り越えて中に入ると、部屋は電話機やら空き缶やら、様々なゴミが散乱していた。風呂場やトイレなど汚れてはいたが、使っていたそのままの感じだ。部屋から廊下に出ると、剥がれた壁やまくれ上がった絨毯で、いかにもな廃屋に仕上がっている。懐中電灯が2個しかないので、なるべく離れないようにしながら、各個室やトイレなどの写真を撮りまくった。特に、台所は用具が丸々残っていて、帳簿とかもあった。噂だが、ここはオーナーが気が狂って作れたという。1階を探索して少し気が大きくなったので、2階へ続く階段を見つけて登った。2階のフロアについて、噂の3階へそのまま行こうかと話していた時だ。急に静寂の中に電話のベルが鳴り響いた。3階の方からだ。女の子が悲鳴を上げてしまった。
するように動揺が広がって、何人か下へ駆け下りた。落ち着け、落ち着けって。最悪だ。パニックは余計な事故を起こす。俺は上がろうか降りようか逡巡したが、チリリリリリという気味の悪い音は心臓に悪い。走るな、ゆっくり降りろよ。と保護者の気分で言ったが、懐中電灯を持っている二人はすでに駆け下りてしまっている。暗闇がスーッと降りてきて、そっとしたので俺も慌てて走った。広くなっている1階のロビーあたりで皆は固まっていた。俺が着いた時に、ふっと電話は止まった。もう帰る。と泣いてる子がいて気まずかった。男たちも青い顔をしている。その時、一番年長の先輩が口を開いた。俺のオカルト道の師匠だ。ごめんごめん。本当にごめん。そう言いながら、ポケットから携帯電話を取り出した。こんなに驚くとは思わなかったから、ごめんね。曰く、驚かそうとして、昼間に携帯を1台3階に仕込んでおいたらしい。それで頃合いを見計らってこっそりそっちの携帯に電話したと。アホか。やりすぎだっつーの。申しらけてしまったので、そこで撤退になった。帰りしな師匠が言う。あそこシャレにならないね。シャレにならんのはあんただ。と言いそうになったが、師匠は続けた。僕たちがイレートを見てるとき、ホテルの窓に人がいたでしょ。見てない。あの時ホテルの方を見るなんて考えもしない。夏だからドキュンかと思ったけど、中に入ったら明らかに違った。10人じゃ効かないくらいいた。上の方の階。いたって。ネタのために携帯もう1個買うほどの金、あると思う。そこで俺、パワーは状態。あれはホテルの電話。音聞いたでしょ。チリリリリリ。確かに。みんなを送っていった後、師匠がとんでもないことを言う。じゃ、戻ろうかホテル。俺は勘弁してくれと泣きつき解放された。しかし、師匠は結局一人で行ったみたいだった。後日どうなったか聞いてみると、嘘か本当かわからない表情で、また電話がかかってきてね。で手持ち脇からチリリリリリリ。根性なしか。で一喝したら、ホテル中のが鳴り出した。やばいと思って逃げた。